韓国人の僕、日本で初めて飲み会に行って衝撃を受けました。なんで次の日の朝になると何事もなかった顔でおはようございます。何ですか？あんなに盛り上がったのに、実はここ日本と韓国でお酒の意味そのものが違うんです。僕は日本で9年住み、数百回の飲み会を分析してみました。この動画を見ると、韓国人が飲み会で人生を語り始める理由全部わかります。今日は5つ話します。翌日に感情をリセットする日本人、おごることで関係を作る韓国、一次会で帰る日本の省エネ文化、何飲むで始める日本の自由さ、同じ礼儀なのに真逆だった飲み会マナーです。順番に行きましょう。まず一つ目、翌日に感情をリセットする日本人ということです。飲み会の次の日でした。前日の夜、居酒屋でハイボール5杯飲んで、枝豆、唐揚げ、刺身食べて、終盤には、今日は本音で話しましたねって肩まで組んでたんです。韓国なら、ここから関係が変わります。もう知り合いじゃない。お兄さん、弟みたいな空気になる。ただ、お酒を飲むイベントじゃありません。壁を崩す作業なんですよ。だから、感情も爆発します。泣く、笑う、抱き合う、急に人生相談、お前ほんと頑張ってるなってしょっちゅう片手で語り始める。でも日本は違いました。次の日の朝9時、研究室にいた僕、すると昨日までパクくんって呼んでた先輩が、おはようございます。で、終わりなんです。昨日の熱量どこいたのってことですね。普通にメール返信して、普通に発表して、普通に研究して、まるで前日の夜の居酒屋が存在しなかったみたいだったんです。韓国だったら翌日も距離感近かったんですね。あ、昨日やばかったなとか、二日酔い大丈夫かみたいな。同じお酒文化なのに中身はかなり違いました。二つ目の話、おごることで関係を作る韓国ということです。次に驚いたのこれでした。日本の割り勘文化です。日本だと会計の瞬間、みんな自然にスマホ出しますよね。ペイペイとか LINE ペイとか。じゃあ3500円でってなって、3分後には送金が完了している。早い、静かですね。韓国は違う場面ありますよ。韓国では、傾向的にはね、基本は年上だったりとか、先輩、上司、誘った人が払うことが多いです。つまり、一部にはおごることに責任感を感じるパターンもありますね。例えば、韓国の典型的なパターンで、1次会は部長が焼肉を払う。2次会は先輩がカフェ代とか払う。もう3次会になったら、後輩がコンビニでアイスでも買いますねってなって、こうやって貸して借りて、関係が回ってるかもしれないですね。だから韓国って飲み会そのものが人間関係かもしれません。逆に日本は支払いとかで見ると、そういう会社での偉いとかというのと、そういったおしらいの場面は完全に分離されていましたね。部長でももちろん、出すことあると思いますし、多めに出すことあると思います。基本的な考え方としても割り勘ですよね。最近だと新人の還元会で、たまになんか新人も払ってますみたいな場面も珍しいとは思いますが、ありますよね。これ日本に来てびっくりしたことです。韓国だったら怒って、それで関係を深くしようとしてたのかもしれません。日本だったら平等にして、関係を軽くする。そういう飲み会に行くことに対する、考え方を軽くする考え方の違いあるかもしれないです。3番目。1時会で帰る日本の省エネ文化です。韓国だと18時開始なら本番は22時からになっている場面もあります。まず焼肉行って、次に居酒屋行って、その後カラオケ行って、最後はコンビニに行く。気づけば深夜2時になっている。焼酎とビール混ぜて声ガラガラになってる。次の日の朝になるとみんなゾンビみたいな顔をしている。でも日本って違うじゃないですか。21時半頃になると、じゃあお疲れ様でしたみたいな、帰るんかいってなったんですね。これ衝撃だったんですよ。韓国だともちろんね、最近雰囲気だいぶ変わりましたが、1次会の後は2次会行って、2次会と3次会行って、終電前に帰るか、ひょっとしたら終電の後も飲み続けて朝まで飲むみたいな
あるんですね。で、日本の場合だと、日本ももちろん似たようなことあると思いますが、傾向的には、1次会終わって帰る人も結構いる。で2次会は行きたい人行け、3次会はもう今日、もう最後まで行きたい人だけ行けみたいな感じだったんですね。だから、この違いを見た瞬間、韓国の飲み会って振り返ったらエンタメ要素多かったなっていうのあったなと思ったんですね。で、先ほどのような感情の話もありますし、この体力的な部分も必要だったんだなっていうふうに思います。だから僕個人的にはとても楽しかった思いがあります。最近は変わっていますね、もちろん韓国も。昔みたいに無理やり飲ませるだったりとか、そういうのなくなって、お酒事故っていうのもあったから、社会問題になってる。でも今でも、今日は朝まで飲もうぜみたいな雰囲気は、かなり残っている。お酒好きな人は残っていると思います。で、4番目は、何飲むで始まる、日本の自由さだったってことです。日本って、最初、一人ずつ聞くじゃないですか。何飲みますか？ビール、ハイボール、レモンサワー、ウーロン茶とかありますよね。もうソフトドリンク飲んでも大丈夫ってことあると思います。これ、韓国から来た僕には新鮮な場面でした。韓国だと、とりあえずビールでいいよね、だったりとか、焼酎行くよね、みたいな感じですね。だから基本同じ酒を頼んで、その酒を飲むっていうのが多いです。だから、決まるのも早いですよね。ビールか焼酎かですよね。日本は一人ずつ確認して、それで数分かかることもありますね。お酒弱いだったりとか、今日飲みたくないみたいな、いろんな人がいて、ソフトリ飲みなってこともあると思います。みんなビール飲んでて、一人だけウーロン茶飲んでてもありだというふうに思います。韓国の飲み会っていうのは、基本みんな同じっていう思想が強いんだというふうに思います。もちろん飲めない人に、飲めさせることはないですね。この飲み会に行く前に、今日のメンバーはお酒好きなメンバーが多いから、基本ガンガン行くよね。基本ビールからスタートしていいよね。的な、雰囲気があると思うんですね。だからもう始まる前に、メニューは実は決まっていたのかもしれません。だから振り返ってみると、韓国は同じものを飲むことで仲間になる。集団として動く。でそれ一方、日本は違っても同じ場にいられるっていう、この個人個人としての、飲み会、こういう面白さを僕は感じました。で、最後5つ目。同じ礼儀なのに真逆だった飲み会マナーです。これ一番細かいのに一番文化差を感じたのです。日本だと目上の人にお酒を注ぐときはもう両手で、ラベル見せながら姿勢低めにして的な感じありますよね。ガラス開いたら次いかがですかまで言ってあげるとできる後輩感すごいですよね。一方韓国も基本的な考え方は一緒だと思うんですけれども、瓶を持つのは片手でも大丈夫です。ラベルは見せたらベストですが、別に見せなくても大丈夫です。片手にして、この反対の手をこうやって注ぐんですね。そして、目上の前でお酒を飲むときには、顔を少し横にずれて、こうやって飲むんですね。だからこうやって飲んでるってことが見えると、自分の全てを見せているってことが失礼っていう考え方なんですかね。だからこうやってずらして飲むってことが多いですね。あと、韓国は乾杯ってことをすごくやってて、コンペとかチャーンとか、みんな同じタイミングでお酒をパンってして飲もうね的なことがあります。今日この場はみんなお酒たくさん飲む人たちだってなると、これをもう一気飲みするってのことがよくあることなんですね。残したらお酒弱いのか、ちゃんと飲めようみたいな形で、煽りますね。これはその嫌味じゃないです。みんな飲むって分かってるし、今日飲む会なのになんで飲まないの的な考え方なんですね。これはちょっとずれるんですけれども、食事するときに、例えば、食堂ついてテーブル座ったら、水入れる、スプーン並べる、だったりとか、焼肉の時は後輩が焼くだったりとか、こういったマナーっていうのも韓国にはありますね。同じアジアでも飲み会の空気が全く違いました。で、日本に来る前の僕、お酒って仲良くなるために飲むものだと思っていました。でも日本に来て初めて知りました。距離を縮めるだけが優しさじゃないってことですね。無理に踏み込まない、感情を押し付けない。韓国は、感情を共有して、どんどん深めようとしていた。日本はその適切な線を探しながら自分のテンポで、いい関係感を作ろうとしていた。だから同じお酒でも同じ飲み会でも空気がこんなに違っていたのかなというふうに思います。僕は両方とも好きです。もし皆さん韓国人と飲む機会があったら、もしくはカンドラで飲み
み会してる人たちを見たら、もうぜひ観察してみてください。なんか距離感すげえ近いなって思っても、仲良くなりたいだけなのかもしれません。飲みたくない時にはちゃんと断ってください。断らなかったらもう大変なことになります。そして僕もこれからもっと日本のこと勉強して知りたい。そして優しさも学んでいきたいというふうに思っております。よかったら他の動画もぜひ見てください。以上、パクでした。アニョン。